皆さんこんにちは。今日私がここにいるということは大人気のチキンは裏切らないシリーズです。どうも皆さんこんにちは。コウケンテスでございます。今日は大人気シリーズチキンは裏切らない、そしてブラウンイズビューティフル。その中でも今日皆さんにご紹介したいのはキングオブブラウンイズビューティフルと言われてるあれでございます。こちら唐揚げ、満を持してこのブラウンイズビューティフルの中でもキングと言われてるこの唐揚げを皆さんにご紹介したいと思います。で、今日どんな唐揚げを作るかと言いますと、最近流行りの厚衣のザクザクの唐揚げであったり、卵をまぶしてふんわりとした柔らか食感のね、そういう唐揚げいろいろございますけども、今日私が目指す唐揚げ、こちらですね。衣がさっくり軽やかなさっくりとした衣に、お肉はじゅわっと肉汁あふれるような軽やか&ジューシー、そんな唐揚げを今日目指したいと思います。ポイント満載でございます。もも肉を2枚揚げていきます。もも肉ね、ジューシーにいくので。で、これを1枚ずつ切っていきます。なんとなくサイズ感が大事なんですけど、これめちゃめちゃ大きい鶏肉。だいたい今こう切ってますけども、一口 40g ぐらいがいいかなとされてます。これぐらいかな。これだいたい 40g ぐらいですね。だいたい1枚 300g ぐらいかな、ちょっと大きめで。もも肉、その場合だからまあ 7,8 等分ぐらいにするっていう感覚ですかね。まずポイントございます。とにかくサクッとジューシーに揚げるには水分が大敵なので、しっかり拭きます。ドリップとかね、買ってきてばっかりのパックにちょっと血が出てしまっている時とかもしっかりまず拭いてください。この時点でこれポイントです。まず今日は、下味本当に常備調味料、まずお塩、お醤油で、臭み消しの生姜のすりおろし、ちょっと僕多めに入れちゃったりもしますけど、これはお好みですよね。で、あとはお酒。ここでもあまり余分な水分は入れたくないんですよね。ここでしっかり揉み込みます。ここの今醤油が液体が残らないぐらいにしっかり揉み込みます。で、やはりね、唐揚げは水分が大敵なんですよね。カラリと揚げようとすると。なのでお酒とか醤油とか液体の調味料はできるだけ必要最小限で抑えてください。塩で味をぐっと引き締めるというのがポイントでございます。で、こういう状態にしまして、だいたい15分20分ぐらいつけておきます。はい、15分ぐらい経ちました。こんな状態です。この状態で水分が出てきている状態ではもうサクッと揚げることができないので気をつけてください。さらにサクッと揚げるためにちょっと手間かもしれないんですが、ここでもう一度水分を拭いてください。水分はとにかく大敵。これを覚えておいてくださいね。で、今から衣をまぶしていくんですけども、今日使うのが片栗粉です。片栗粉。今日目指す唐揚げはあくまでサクッとジューシー。僕は小麦粉より片栗粉の方がよりサクッとジューシーに仕上がると思います。で、
これを絡めていくんです。これ漬け方にすごいポイントがあるんですよね。薄衣です。薄衣できる、もうあくまで唐揚げの衣はお肉をコーティングしてジューシーに仕上げるためのちょっと服を着るような感じなんですよね。で今から揚げていくんですが、ちょっとやっていただきたい作業がございまして、これなんです。今ここ身の部分非常に薄衣、これ皮の部分、結局バリッとした食感っていうのは皮なんですよね。で身をできるだけ皮でコーティングして揚げることによってジューシーな唐揚げになる、バリッとした食感も出てくるので、これひぎ皮包み、これやっていただきたいんです。ちょっと皮を伸ばして全体でこう包むような感じですね。これを最初にやっておくと揚げる時に非常にスムーズです。なんとなくでいいんです。そこできるだけ皮を伸ばす。ほらこれなんだろう、なんかあれ作ってる、大福作ってるみたいな。では今から揚げていくんですけども、悩まれるのは油の温度だと思うんですよ。でね、よくもうお箸で測るとか粉を入れるとかあるんですけども、僕一番分かりやすいのが、唐揚げ切ったり処理してるとこういうちびすけが出てくるんですよ、ちっちゃい肉。これを目安にします。いいですか。こういうので、もういい温度だ、このちびすけで判断します。こういう感じの、もう見て分かりますよね。これぐらいの温度だといい感じだわ、もう見て分かるのでどんどん揚げていきます。で皮を見てください。この薄衣ナチュラルメイクでできるだけ皮を引っ張って皮の面積を伸ばして入れていきます。で大きい揚げ鍋とかお持ちの方はいっぺんに揚げていただいていいと思うんですが、今日僕ちっちゃいのしか持ってないので1枚ずつ揚げていきます。で1枚は一気に入れてください。こういう感じで、今ちょっと温度が下がります。一旦温度が下がりますけども、これからどんどん温度がじわじわ上がっていく最中で火が通ってカラリとなるので、一気に入れてしまっても大丈夫です。で少し火力が落ち着いてきたと思ったら火を強めてください。思ったよりも高めの温度で揚げていきます。で一番最後のお肉を入れてからだいたい4分4、5分目安ですね。で入れたらとにかく触らない。だいたい2分ぐらい触らずに置いといて、2分経ったらちょっと様子を見てひっくり返すというのが揚げやすいと思います。残り1分ぐらいになってくるとさらに火をキュッと強めて、こうちょっと空気に触れさせながら揚げます。そうすることでカラリとした仕上がりになります。こういう感じね。OK、最高ですね。でこれを第一陣バットにあげますが、これもポイントございます。まずバットの遠いところに置いてください。一番遠いところに絶対に皮目を上にして、皮目が上ね、どこだ、これか、このように皮目を上にしてします。なぜかというと、せっかくカリッと揚がってるのに皮目が下に来ると油がどんどん垂れていきます。で皮がべっしょりとなってしまうんですよね。そうするとカリカリの部分が少なくなってしまいます。これ気をつけてください。はい、で2枚目揚げます。ここでちょっと皮
カス的なものね、汚れとかあったらきれいにすくってください。よし、では上手に揚がりました。第2陣も同じように皮を伸ばしていきます。ではいい感じになりました。第2陣も揚げていきましょう。しっかり油を切って揚げ網に行きます。では最後のポイントです。実はこの揚げバットの中でも調理してるんですよね。余熱でどんどん加熱している状態なので、あまり揚げすぎるとパサついてしまいます。だから少し早めに揚げてバットでちょっとだけ休ませることでジューシーに仕上がりますね。お箸で持ってもこのサクッと軽やかな感じがもう伝わります。これね、ちょっとなんとなくこの空間を意識しながら盛り付けていくと、あんまり塊に見えずに美味しそうな感じになりますよ。こういう感じね。僕はこれ好みなんですけど、レモン大好きなので僕半割置いちゃいます。いつも。できた。完璧だと思いますよ。では完成しました。これがサクッとジューシー王道唐揚げでございます。いい色だね。乾杯。この唐揚げを前にしてのビールも最高だね。それではいただきます。もう大好き、大好きすぎる。もう眺めるのもいい。いい表情してますね。結構時間経ってますけど、いい箸触り。恒例のダイブ&バウンド D&B。今日は唐揚げということで、からのシャワー。これ全体かけると嫌がる方もいらっしゃいますからね。私の分だけいただきます。音聞こえます？カリカリ。これ実は考え尽くされたレシピで、一口のサイズ感、下味、粉のまぶし方、揚げ方、最高ですね。やっぱりこう全てが理にかなってます。本当に薄衣です。水分を切って薄衣でやることでサクッとした軽やかな片栗粉の効果でね。あとはやっぱり揚げ時間、揚げすぎず強火でガッと揚げて油を切りながら、そこでさらにジューシーにじんわり、油切ってる最中も調理してますからね。この工程を踏んでください。そして私このチキンは裏切らないシリーズでよく聞かれるのが、胸肉はどうなんですかと。このやり方だと胸肉もほんとジューシーになります。一度試してください。ただ胸肉って皮の部分がすごく少ないので、バリッと感はどうしてもちょっと、少なくなってしまうんですよね、ももより。そして私唐揚げのレシピ山ほど持ってます。粉を変えるとどんな風に違うまた美味しさがあるのか、下味を変える、揚げ方を変える、いろんな方法ございますから、このやはり唐揚げシリーズは今後もどんどん続けていきますので、
こちらも楽しみにしててください。唐揚げがもうキングです。最後までご視聴ありがとうございました。そしてチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。今日は失礼してそのまま食べちゃおうかしら。